どうも、駒ヶ崎です。今回もガチャガチャ開封していきましょう。タカラトミーアーツさん、日本信号ミニチュア陶器コレクション増補版信号機のミニチュアです。昔の電球式の信号機ですね。ラインナップはこんな感じです。夕方歩行者用交通信号灯器、青信号点灯、赤信号点灯、車両用信号灯器、歩行者用押しボタン箱、三元寺式色灯信号機、はい、こんな感じでね、今回は全種類コンプリートしてきました。絶縁シート、ね、あれ絶縁シートあるよね。じゃあ絶縁シートを抜いていきましょう。おお、光った。デフォルトでオンになってましたね。びっくりした。絶縁、また光ってますね。デフォルトはオンになってるのかな。さあ、そしておーっと、また光りましたね。光るやつと光らないやつ、これはどっちでしょうか。あ、オンになってますね。じゃあ引き抜くと光ります。いきます、皆さん、せーの。おわっ、光った。じゃあね、次行きましょう。次は光るか光らないか予想してください。外れたら魂をいただきます。いきます、せーの。さあ、というわけで開封して並べてみました。まずこれがですね、歩行者信号の青と赤、これが自動車用の信号機ですね。歩行者用押しボタン箱ということで、百葉箱とかみたいな扱いなんですかね。これはなぜか箱扱いされています。三元寺式色灯信号機では、一つ一つ見ていきましょう。これが、鉄道用の信号機ですね。で、全体はこんな感じになっていて、なんかこう細かい造形なんかも入ってて、かなりリアルですね。これを見て思ったのは、結構この縁の部分が大きめに作られてるんだなって思いました。で、一応光るのは青色だけっていうことなんですが、ちゃんとクリアパーツで黄色、赤っていう風にしっかり作り込まれています。手抜きなしですね。そして裏面、こんな感じです。僕はこれの裏面を見たことがないんで、リアルかって言われるとちょっと何とも言えないんですが、ちょっと画像検索してみましょうかね。鉄道信号機裏っていう風に検索してみたんですが、僕が検索した画像はこういう風にはなっていなくて、この上からというか、蓋がかぶさってましたね。こういう風に大きい蓋がかぶさっていました。よくわかりませんが、リアルっぽいということだけひしひしと伝わってきます。じゃあ点灯しましょう。パチッとこう光らせるとこういう風になります。で、ちなみにこの鉄道用の信号機にはこういうやつがついています。で、これはこうつけて出発を取り付けるとすると、こういうデザインになります。かなりそれっぽいです。じゃあ次はこのボタン見ていきましょう。横断歩行者はボタンを押してくださいと書いてあります。で、くるっと見てみると全体は巻きキーで、ここになんだろう、これなんか注意書きじゃないか、はい、なんかいろいろ書いたシールが貼ってあります。正面はこんな感じです。で、人間でいうとほっぺたの位置にネジがこういう風についていて、なんだかすごく可愛らしいですね。で、ここにこうやって説明書きが書いてあるのが、なんだかマスクをしているみたいで、このご時世結構ね、外出時マスク必須なんで、そこをなんていうか呼びかける意味もあるのかなって思ったりします。さあ、そしてボタンですね。こんな風に赤く飛び出しています。この縁のところにギザギザが造形されていて、すごくね、細かくこだわって作られていますね。これを押すと、お待ちくださいと点灯します。待てとかじゃないのがすごく丁寧で日本らしいですよね。とっても素晴らしいです。じゃあ次はこちらの歩行者用信号を見ていきましょう。まずはこちらです。押しボタン式と書かれています。こんな風にすると上下のライトがよく見えます。どちらもちゃんとクリアパーツで作られていて、で、上下はこういう風にバーで支えられていて、細かいんですが、この上の金具の部分とか、これも金具かな、ここのところは銀色で塗装されています。では光らせてみましょう。パチッよっ、
はい、こちらは赤色の信号機でした。で、最近の LED 式の信号機は、この人間の部分だけが赤色であったり、緑色に光るんですが、この電球式の信号機は、こういう風にね、全体が光るんですね。で、人以外の部分が赤色になっています。そしてもう一つが、青色が光る、歩行者自動車専用と書かれた歩行者用信号です。いや、いいですね。僕個人的には今の LED 式の信号機よりこっちの方が好きですね。はい、では最後こちら見ていきましょう。こちらはこのような感じになっています。何かの金具のようなものがついていますね。で、上、そして逆の横。なかなか信号機をこうやってまじまじと見る機会ってないんで、結構ね、発見がありますね。もちろん設置してある場所とか物によって形は違うと思うんですが、こういうものもあるっていうことですよね。そしてこれ結構特徴的なのが赤、黄色、青っていう風に一個一個ボックス状に独立したような形になっているんですね。面白いですね。で、裏面はこんな感じです。先ほど同様ここにシールが貼ってあります。じゃあ点灯しましょう。パチッと。いいですね。これは可愛らしいです。さあ、というわけで全点灯させてみました。こんな感じです。いや、すごく映えますね。ライトの表面のこのイボイボっとしたモールドの感じがちゃんと再現されていますね。で、この信号機ガチャなんですが、最近再販もされて再び話題になりました。この公衆電話ガチャ。これと同じシリーズなんですよね。確かね、街角探検隊みたいな名前だったと思うんですけど、公衆電話も NTT さんが監修していたんですが、これも日本信号さん監修ということで、その本物のリアリティを追求して作られているっていうことですね。日本信号ミニチュア陶器コレクション増補版でした。さあ、次開封していきましょう。で、次のやつは実を言うとミニチュアってわけではないんですが、ちょっと今回のにちょうど良かったんで一緒に紹介させてください。感情を持った信号機押しボタンくん。販売元は株式会社ブシロードクリエイティブさんのタマキューというカプセルトイブランドです。結構リアルに押しボタンを再現しているんですが、体がいろんなポーズをとっていて、ボタンの内容がそれぞれ違っています。お菓子ください、褒めてください、これはスタンダードですね。お待ちくださいで、お箸くださいと、やめてください。そしてボタンが本当に押せるということになっています。さあ、4人並べてみました。で、今回出たのは、左からお箸ください、褒めてください、そしてやめてください、やめてくださいですね。こうやって見るとね、なんか案外ちょっと人の顔っぽく見えますね。なるほど、こうやって見ると多分ネジの部分を目に見立ててるんでしょうね。目、鼻、口っていった感じなんでしょうかね。そういう風に見えなくもないんですけど、僕の考えは違います。ここがね、その、なんていうんですかね、ゴーグル的な戦隊ヒーローの目みたいな目になっていて、で、ここはほっぺたです。見ていきましょう。こんな感じですね。うわー、かわいいですね。何か丼に入ったものを持っていて、で、手にはスプーンを持ってお箸くださいと訴えているんですね。ということはこれはラーメンか何かかな。なかなかそのシチュエーションも含めてよくできていますね。で、これがリアルに再現したミニチュアの押しボタン箱なんですが、こんな感じですね。ちょっとこの鼻の部分がデフォルメされてる感じはあるんですが、かなり忠実に再現されていますね。で、くるっと見てみるとこんな感じ。これはおそらくね、制作者のこだわりなんでしょうね。お尻がちゃんと割れています。で、これボタンを押せるっていうことなんですが、結構このバネが強めです。はい、そして次はこちらです。褒めてください。100点のテストを持っていて、頭をかくような感じのポーズなんですかね。全然届いてないですが、こういう風に顔の横に手を持ってきています。手が結構リアルに造形されてますね。こっちのテストを持っている手もちゃんと指が5本造形されています。褒めてくださいって言ってるんで、よしよしお姉ちゃんによしよししてもらいましょう。では最後はこちら、やめてください見ていきましょう。他のキャラクターは一切表情みたいなものはなく、無表情なんですが、この子だけはこういう風にね、涙を流してるんですね。いや、これは可愛らしいです。両手を前に突き出して、いかにもやめてほしそうな感じを出しています。
お尻もプリッとしていますね。このネジの部分を目に見立てているようなんですが、どっこいここは目ではありません。ここはほっぺたです。僕の考えでは、ここの部分が目なんですよね。なんて言ったらわかりやすいかな。戦隊ヒーローというか、バイザーって言ったらいいのかな。そんな感じの目なんですよね。なんで、ここから流した涙が頬を伝ってここに来ているという風に僕は見ています。それが正しい見方です。もちろんもともと顔として作られたデザインではないんですが、こうやって見ると本当に泣いて懇願しているように見えるのが不思議ですよね。というわけで、やめてくださいっていうシチュエーションを作ってみました。こんな風に泣きながら懇願しています。こんなに泣いてかわいそうなんで、よしよしお姉ちゃんによしよししてもらいましょう。いっぱいよしよしされて心なしか嬉しそうですね。思った以上に可愛くてすごく気に入りました。玉球さんの推しボタンくんでした。ジェイドリームさん、ベルとドラ、マスコット。一応実際に鳴らせる、なんていうか観光地とかに設置してありそうなベルと、あとこれは中華風のドラですね。のマスコットです。今回はこちらのベルが出ました。これはブロンズベルですね。こういう風にアーチで固定された形になっているんですが、この柱の部分がレンガ調になっていて、なかなか雰囲気がありますね。で、ベルは金属でできていて、ここを引っ張ることで実際に鳴らすことができるようです。ちょっとやってみましょう。こんな感じですね。なかなかダイナミックな動きですね。はい、こんな感じで遊べます。ちなみにシルバニアファミリーと並べるとこんな感じです。まあちょっと小さいのかなって思いますが、なかなか作りはしっかりしていていい感じです。はい、というわけで今回出たアイテムを一つの画面に収めてみました。信号機が異様に低いっていうのは気にしないでください。はい。というわけで今回はこんな感じの3種類のミニチュア系ガチャガチャ紹介してまいりました。いかがだったでしょうか？今回は結構全部気に入りました。ただ、信号機がね、かなり気に入っただけに電池交換ができないっていうのはちょっと残念ですね。思った以上に良かったっていうのはこの、押しボタンくんですね。これ結構やっぱ可愛かったです。ここを顔に見立てるっていう発想がなかなか面白いですよね。やっぱり、ここを目にすると、すごく可愛く見えます。というわけで今回は、ここまでとさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。では、また次回の動画でお会いしましょう。駒ヶ崎でした。